Let's go. マジ本当にこんなことある？前回までのあらすじ。フランス・パリからイタリア・ミラノにやってきた僕たち。ここからいよいよイタリアの旅が本番でございます。今回旅の相棒、私たちのワインの先生であり、大阪でもワインショップを営むサンちゃんと合流。ミラノで美味しいワインと料理をたっぷり堪能してまいりました。ここでですね、サンちゃんのお友達のマサさんと合流でございます。この後のベネチアの旅、大変お世話になりましたので、後ほどですね、しっかりご紹介していきたいと思います。はい、というわけでミラノの旅も終えまして、ここからベネチアに向かいます。ミラノはイケオジの宝庫でございます。ミラノの街を歩いていくとですね、こういったまるで雑誌レオンから抜け出したような素敵なイケオジがたくさんおります。そしてお昼にやってきましたのはミラノポルタロマーナ地区にございますパスタマードレ。オーナーのフランチェスコ・コスタッツォさんはですね、もともとなんとフォトジャーナリストでございます。長年世界の紛争地域を取材してきた写真家で、その眼差しのまま料理の世界へと転身。2011年にこのお店を開きました。お店の名前パスタマードレとは、彼の家族に代々受け継がれてきた自然酵母の母の種母種のことです。パスタもパンも全てここの酵母で手作りで作られています。シチリアのルーツを持つ地中海の記憶が詰まった一皿。生パスタの美味しさが格別でございました。そしてついに我々はミラノを離れベネツィアに向かいます。はい、やってまいりました。ミラノ中央駅。こちらですね、ただの駅ではないんです。1931年に完成した建造物の容積ではヨーロッパ最大と言われている巨大なターミナルでございます。幅はおよそ200メートル、高さがなんと72メートルでございます。はい、というわけでこちらからベネチアに向かうんですけども、先日ですね、僕のイタリアのイメージは電車が遅れる、でも遅れなかったんですよみたいな、イタリアのですねイメージ変わったなみたいなね話をしたんですけども、こちらの大きい駅にやってきて気づきました。なんとですね80分遅れの、電車があったりと、ですね、まあやっぱりイタリアだなという感想でございます。幸いに僕たちの電車は遅れることなく出発でございます。こちらミラノ中央駅からベネツィアサンタルーチア駅までは高速鉄道でなんと2時間半というですね、時間で着くんですね。あっという間にベネチアへ近づいてまいりました。やはりですね、車窓から見えるですね景色は結構ね工場が多かったりして、やっぱりイタリアというのは技術の国なんだなっていうのがよく分かりました。そしてついに海が見えてまいりました。もうすぐベネチアに到着でございます。海上の上で息づかれた世界でたった一つの街ベネチア。ベネチアといえばですね、世界屈指の観光地であることは皆様もご存知だとは思いますけども、暮らす人のですね人口はおよそ5万人ほどなんですけども、そこへ毎年なんと2500万人から3000万人もの観光客が世界中から押し寄せています。あまりの人の多さに近年ではですね、歴史的な場所に入る場合は入場料などを設定されている、まさに世界が恋する街なんです。はい、ようやくベネチアに到着しまして、ここからはですね、水上バスでホテルまで移動いたします。観光客が乗る1回のこのバスの料金、なんと 9.5 ユーロということで、日本円にしますと大体1500円ほど、実はですねなかなかのお値段なんですが、もちろんですね、こちらベネチア市民の方は専用のカードがありまして、大体数百円ほどとぐっと格安で、生活の足として地元の方に愛されている水上バスでございます。というわけで、なんとねさっきね水上バスのチケットをもらっちゃいましてね、はい、ありがたいことでございます。
ちょっと使ってみましょう。実は僕ベネチアの前情報っていうのがほとんどなくて、海外旅行は好きなんですけどベネチア情報が全くなく、ここまですごい水上都市と知らずにやってきて一番テンションが上がっております。というわけでこちらの水上バスを使って最寄りの停留所まで移動したいと思います。ベネチアの歴史なんですけども、およそ5世紀から6世紀頃に異民族の侵入から逃れた人々がアドリア海、こちらラグーナの島々に定住したことから始まったと言われています。その後1000年以上にわたり独立した海洋貿易国家ベネチア共和国として繁栄。1797年にナポレオンによって滅ぼされるまでこの地中海の覇権を握っていました。また近年ではベネチア国際映画祭や1895年に始まった世界最古の現代美術の展覧会ベネチアビエンナーレなどがですね有名です。芸術の街としても非常に有名な都市でございます。正直ですね、ここまですごい都市だということをね知らなかったんですけども、実際来てみるとこの景色ご覧ください。本当に感動してしまうほどの水上都市でございます。ちなみにこの水上都市なんですけども、やはり昔の都市でそこから手を加えるということが難しいので、道幅などがですね非常に狭いんですね。なのでもちろん車であったりバイクというのは道を走ることができないんです。なので物を運んだり荷物を届ける際はほぼ手動というですね都市なんですね。市民の皆さんの、移動手段としては基本的には歩き、もしくはですね水上タクシーを使うという手段だそうです。というわけで宿へ向かいますが、こちらもですねやはり歴史的な場所でございまして、なかなかのね石畳ですので、こういったスーツケースを運ぶのはなかなか大変でございます。はい、ご覧ください。これはね地元の人しかこれはわからないですよね。こんな細い抜け道があったりするんです。これはねもうマサさんがいなければこんな近道は見つからなかったんじゃないかなとは思うんですけども、実はね結構 Google マップにでも道がしっかりですね書いてありまして、近道などもですね Google マップが教えてくれます。宿に着いたと思いきや可愛い子ちゃんがお出迎えめちゃくちゃ可愛いワンちゃんがボールで遊んでおりました。フレンチブルドッグですね。マスさんがこのボールをほら取り行けってやったんですけども、全然動かないっていうね。探してますわボールを。はい、というわけで無事宿に到着でございます。荷物を置いたところでここからですね夕食なんですけども、その前にマサさんのお店にですね立ち寄りたいと思います。マスさんはこのベネチアでお店のオーナーとして活躍しております。川沿いにはですねこういった素敵なお店がたくさん立ち並んでおりました。そしてやってまいりましたのがこちらマサさんのお店、オストリアジョルジョーネ・ダ・マサでございます。はい、日本人オーナーとしてですねもちろん日本食を提供している中で地元の野菜であったり地元の魚介をですね使った地元に根付いたレストランでございます。本当にですねマサさんはですね道を歩いているとおマサみたいな感じで本当に地元の方に愛されている方だなと思うシーンがたくさんありました。そして次に行くお店がこちら、マサさんおすすめのビーノベロ。2014年にオープンしたベネチアで初めてのナチュラルワイン専門バーとして知られる名店です。カンナレー城地区の運河沿いにありまして、揃える自然派ワインの種類はなんと600種類でございます。ベネチアの立ち飲みつまみチケッティとともに最高の一杯をいただきました。そして夕食はマスさんが予約してくれました。
僕の人生で一番美味しいパスタに出会った場所です。その名はダ・ベビッジャ54というですね、昔ながらのベネチア郷土料理のトラットリアが楽しめる場所でございます。ここはですね、観光客向けというよりは地元の人に愛されるお店、本当にですねローカルに愛される店だなという印象でございます。ここで食べたこのエビ、とてつもなく美味しかったですね。ワイフ内藤さんはエビアレルギーなので食べることができません。申し訳ございません。というわけでワイフ内藤さんの分まで私がこちらのエビを堪能させていただきました。最高でございます。このエビを食べたサンちゃんの表情がこちらでございます。どうぞ。そしてですね、こちらでしか食べられない料理をたくさんご提供いただきまして堪能させていただきました。そしてなんといっても私の人生で忘れることができないパスタを食べることができました。トマトのムール貝のパスタ、そしてイカスミのパスタでございます。残念ながらですね、食べるシーンすいません、あまりにも美味しくて撮影することを忘れてしまいました。ぜひですねこちらのお店に行った際はチャレンジしてみてください。というわけでイタリアも残すところ本日がラストデートとオレアス。昨日から来ましたベネツィアでは今芸術祭がやっているということで、ワイフ内藤さんと一緒に芸術に触れに行きたいと思います。ワイフ内藤さんたっての希望で去年かな今年かなオープンしましたドリス・バンノッテンという服のデザイナーさんのギャラリー詳しくはまた説明します。間違ってたらいけないので。はい。詳しくはウェブサイトをご確認ください。こちらでございます。本当にですねこのベネチア市内というのはもう歩く場所がまさに映画に出てくるような街並みでございます。そしてやってまいりましたベネチアビエンナーレに到着でございます。各国のパビリオンを巡りたいと思います。まず最初にやってまいりましたのがこちらスペイン館でございます。それもこの多分あれを使ったんだな。絶対猫推しやん。犬少な。そしてやはりですね絶対欠かせない日本館ですね。はい、こちらやってまいりました。アーティストの荒川さんが手掛ける草の赤ちゃん、月の赤ちゃんというテーマのパビリオンでございます。たくさんの赤ちゃん人形がですね並んでおりまして、なんと赤ちゃんを借りることができるんですね。この赤ちゃんを抱っこして歩く参加型の作品でございます。お父さんお母さんが大変なのがちょっとね、赤ちゃんを抱きかかえるとまるで自分が親になったかのような不思議な感覚がありました。ケアすること、そしてですね新しい家族の形、そして未来を赤ちゃんを通じて問いかける展示会でございました。ワイフ内藤さんもこの表情でございます。パビリオンの中にはですねお人形さんの赤ちゃんばっかだったんですけども、本物の赤ちゃんを抱えているお父さんもいらっしゃいました。そしてまだまだ続きます私たちのアートへの探求。続いてやってまいりましたのがドリス・バンノッテンの新しい場所。ワイフ内藤さんたっての希望でやってまいりました。ファッションデザイナードリス・バンノッテン、2024年に自身のブランドを引退した彼はベネチアの大運河に面した15世紀の宮殿、この場所に財団を立ち上げたのです。テーマは手仕事、クラフトマンシップでございます。彼がこれまで愛し集めてきたものが並ぶ空間でございます。ファッションの枠を超えた美が楽しめる場所です。ワイフ内藤さんはですねやはりクラフトウーマンなのでこちらの作品とても感動しておりました。そして私の最後のヨーロッパの時間、そしてベネチアの最後の時間は船に揺られて夕日が見えるブラーノ島で過ごしました。最高の夕日ですね。翌日で私は日本へ帰ります。はい、というわけでベネチアを後に、ここから直接シャルル・ド・ゴールのに行って
シャルル・ド・ゴールに行って、日本へ直接帰ります。トランジットがね、4時間ぐらいなんで、もう、パリに戻ってる時間がないので、無事日本に帰れるでしょうか。本当にありがとうございました。いろいろ。ファイフナイトさんも、また日本でお会いしましょう。マジ？ちょっと。昨日、フライトのチケットは来てるけど、昨日。パリ行きだよね。搭乗受付、エアフランス。今来た？チェックイン行ってみるまず。いや、そう。ていうか、行くか。なんか、もしかしたら、飛ばないかも。本当にこんなことある？三好さん、大変ですね、これ。内藤、日本帰れず。この場合ってでも、チケットどうなんの？ちょっとそれを問い合わせてみよう。そうだよね。エアフランスと LCC だったら絶対あれだけど、まず行くか。緊急事態です。緊急事態です。行ってみて、早い便にないと乗せよ。変更されましただから、もしかしたらちなみにお伝えしておくことがあるんですけども、私は必ず本日ですね、パリシャルル・ド・ゴールドについていないといけないんです。理由はですね、到着から5時間後に日本行きの便を取っていたからですね。もし帰れないと、その日本行きのチケット自体がパーになってしまいます。なので私は全力でパリに戻る必要があるんです。急に20になってんだけど、これって日本時間になったのかな。どうしようかな。で、とりあえず23日最短マイルでは取れます。とりあえずまた連絡するわ。俺はとりあえず行くから。で、無理そうだったら帰ってくる。とりあえず俺はちょっと空港に向かうから。OK、じゃあまた連絡して。OK です。45分後。時間の無駄になっちゃうから45分とりあえずどっかで休憩する？タクシーが結構高いですよね。3万ぐらいするね。1時間30分のために。内藤、日本帰れず。もう住むか。そういうことかもね。好きになりすぎたんだよ、イタリア。住んじゃいないよね。住んじゃいなよって言われてるのかな。私が帰れないことは確定しましたんで、とりあえずしばらくヨーロッパにもうしばらくいます。ちょっと白髪増えたんじゃない？一瞬で。急に白髪増えたことない？見て急に。大丈夫？博士見て。爆弾の実験失敗しましたね。しょうがないね。しょうがないね。もうこればっかりは。美味しいレストランで探しときますね。本当にこういうことになっちゃうからさ。ダメだよ、ミカちゃん。内藤さんは日本に帰れません。いや、いい思い出になりますね、これは。そしてですね、この荷物を持っては、この1日過ごせないということで、その事情をマスさんに伝えたら、うちで荷物を置いていいよというですね、優しいお言葉をいただきました。マスさん、本当にありがとうございます。そして、本当はですね、マスさんの食事をですね、楽しむことができなかったんですけども、エアフランスのキャンセルのおかげでマスさんのレストランで食事を楽しむことができるようになりました。これはある種ラッキーだと思っています。なんだか俺たちってついてるなというしかやってられない状況でございました。で、マイルで最短24日だったんで、24で片道でマイルで取りました。というわけで、アサヒスーパードライで乾杯でございます。乾杯。遠泊に乾杯。うまいな。イタリアで作ってるやつよね。ちょっとライトですね。うまっ。いや、本当にですね、こちらのマサさんのお店、オフになってんじゃない？地元の食材を使った大変こだわりを感じるお店でございました。日本人としてですね、
地元に根付いて活躍されているマスさん、私はですね大変誇らしく思いました。そして結果として私は日本に帰ることができなくなりました。すぐにですねチケットを取りたいところだったんですけども、大変高額でございまして、やはりですねマイルで取るしかないということでマイルで取ろうと思ったんですけども、マイルのルールがありまして、そのマイルのルールにのっとるとなんとですね3日間だったかな、マイルを使ったチケットが取れないということで、私はパリにしばらくまた滞在することになりました。今回は無事パリに到着することができました。またここからですねパリの生活が始まります。あの時ですねさよならを言ったステファン、そしてエイマン、私をですね温かく迎え入れてくれました。もうしばらくですねパリのこちらのお家お借りしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 Stay here. Yes, All your life in France. yes. I have to live here. It's okay. Can I use downstairs? Miss Book. You use whatever. I just arrived. Yeah, I know. Once a year. In Paris, it's crowded. It's I know. full.